皆さんこんばんは、あやかなです。今日は久しぶりにルームツアーをやっていきます。インスタとかで部屋の様子が変わったのを見てる人も多いかもしれませんが、今日は新しく入った家具から前々からある家具まで、どこのお店で買ったとかどこのブランドのものとかっていうのを細かく全部紹介していきます。で、最後の方にはインテリアを選ぶときにこだわってることとか、あとは好きな家具屋さんも合わせて紹介するので、ぜひ最後まで見てってください。で、一番最後の方にはここ YouTube の場所で新しい挑戦があるので、それもお知らせしたいと思っております。じゃあまずはこのソファーから。このソファーはカシーナのソリアナっていうソファーで、昔からすっごい憧れてたソファーだったんだけど、ヴィンテージしかなかったのでなかなか手に入らないかなって思ってたら、一昨年かなに復活して、復活版をカシーナでオーダーしました。で、復活版はフレームがカラーも出たんだけど、昔から憧れてたフレームのままシルバーをチョイスして、でこの生地に関しては真っ白とちょっとグレーがかったのをすごい迷ったんですけど、真っ白だと白すぎるかなと思って今回グレーにしました。でサイズは2シーターを今回選んでるんだけど、本当は3シーターが良かったんだけど、3シーターはクレーンで吊り上げてバルコニーから入れなきゃいけないということで、ちょっと難しいかもと思って2シーターを今回、オーダーしました。結構時間かかったんだけど、半年ぐらいかな、オーダーして。でもすごい本当もうドリームソファー、夢のソファーでめっちゃ気に入ってます。次はこのコーヒーテーブル。このコーヒーテーブルは知人にオーダーして作ってもらったコーヒーテーブルで、ピンタレストでタイルのテーブルを見つけてすっごい気に入って、日本にこういうのがなかったから作ってもらいました。でこの上に載ってるのがアークジャーナルっていうインテリア雑誌で、インテリア雑誌の中でも私はこのアークジャーナルが一番好きで買っています。でその隣がこちら、じゃーん、書籍です。このカバーめっちゃこだわって作ったので、コーヒーテーブルに置いても可愛いカバーということで、今このコーヒーテーブルに置いております。で隣が、We Are Not Really Strangers っていうカードゲームです。でこれは普通バージョンとか家族バージョンとかあるんですけど、今回センがカップルバージョンを買ってくれたので、最近これ2人でやってるからコーヒーテーブルに置いてあります。で隣がロエブのキャンドル。このキャンドルすっごい人気なんですけど、いろんな色といろんな香りがある中で、私はこの白の香りが一番好きです。でその隣がお皿、ボール。なんでここにあんのって言ったらちょっとわからないっていう感じなんですけど、なんかちょっと置いとくとそれっぽいかなと思って置いてます。これは棒コンセプトのお皿です。でこちらがハンス・ウェグナーのフランク・アリアドチェアっていう椅子で、これも昔からむちゃくちゃ憧れていた椅子で、本当に毎日目に入るたびにもう幸せな気持ちになるぐらいすごい憧れてた椅子で、これはコロナ禍ぐらいに買って届くまでちょっと時間がかかったんですけど、でも本当に待った甲斐のある大好きな椅子で、こう見えてすっごい座り心地がいいです。本当寝れる、この上で。でこちらが天童木工のバタフライスツール。これも昔からすごい好きだったもので、私はローズウッドのものを選びました。他にも色があってそっちも可愛いんだけど、この真ん中のゴールドのつなぎとか、このウェービーなこのカーブとかがすごい美しくて、すごいセクシーな椅子だなと思っております。これはカルテルのブックスタンドで、これはね、目黒通りのソネチカっていう家具屋さんで衝撃の値段で売っていて、2秒で買いました。すっごい気に入ってる。これ6段バージョンのやつもあるんだけど、このちっちゃい方が私欲しかったからこっち見つけてすっごい嬉しかったです。でこの花瓶は千駄ヶ谷にあるシャークアタックっていうところで買った花瓶でこっちが本をちょっと棚みたいな感じで使っていて、でこのクリスタルはブラジルのクリスタルだったと思うんだよな。三浦の大ちゃんがね、クリスタルを仕入れてた時に私お願いしたんですけど、でこの左隣が何だったっけな、このクリスタルの効果忘れちゃった。でもなんかすごい良かったの。近くに置いとくと良かったの。でその隣がディプティックのキャンドルです。これは友達からギフトでもらった、すごい気に入っているお香立て兼パロサンともやし場です。このラグは棒コンセプトのラグで、サイザルのラグと白いコットンみたいなラグですごい迷ってたんだけど、これ両方混ざってて
コットンっぽいしサイザルっぽいしいいなと思って、模様が入ってるところもすごい気に入ってます。このサイドテーブルとこのランプも棒コンセプトのもので、このちょっとブラウンがかったミラーサイドテーブルと、あとこのベースもブラウンがかってるので、この色味の相性がすごい気に入ってるコーナーです。でこのスツールも棒コンセプトのもので、ソファーとあとラグと同じ感じのテンションになってまとまって色味がいいなと思ったので、これの色をゲットしました。でこれは友達が来た時に座ってもらったりとかもするし、あとは自分たちが足を伸ばしてソファーに座った時に普通にオットマンみたいな感じで使ったりしてます。でこのソファーも棒コンセプトのソファーです。最近テレビをなくしてプロジェクターにしてもっと会話がいっぱいできるリビングルームにしたいねということで、ソファーを2人体制にしました。でこれ締め色でこの色を選んだんですけど、今実は東郷のソファーをここに持ってくるかっていうのを迷っていて、こっちはねもしかしたら書斎の方に行くかもしれないんですけど、今はこういう体勢でやっております。でダイニングテーブルもハンス・ウェグナーのテーブルです。これはヴィンテージのものでヴィンテージショップで買いました。で椅子もこのチェアも同じところで買って、こっちの椅子はカイクリスチェンセン、こっちがねなんだっけな、なんとかモーラーっていうやつだったと思うんだよな。ちょっと名前に弱いんですけど、でもすごい形が美しくて全部ローズウッドのものを選びました。この椅子はこの肘掛けの角度がすごいセクシーで、背もたれも少し動くので見た目よりもずっと快適です。この椅子はこの網目のところの美しさと、あとこの背もたれの曲線のラインがすごく気に入っています。実はこのテーブル真ん中の部分が外れて丸テーブルにもなるし、もう1個エクステンダーの板があるので、これよりももう1個長くできたりとかもして、すごい生活スタイルに合わせてスタイルが変えられるところもすごく気に入ってます。でこのアートは和樹さんというアーティストの作品で、センが誕生日プレゼントに買ってくれたものです。すごいね気に入ってるんだよねこの絵で。このお花はセンが書籍のイベントの時にサプライズで持ってきたものを生け直して今こちらに置いております。でこのラグはエッツィで買ったラグです。ちょっとだけ思ってたよりちっちゃかったけど、でもまあ可愛いからいいかなと思ってそのまま使ってます。でこちらが私とめちゃくちゃ付き合いの長いモンステラの、その名もモンスティと申します。この子はもうね何年ぐらいかな、もう7年ぐらい、もうちょっとかな、我が家にいて、たまにねすごい元気がないっていうコメントが来るんですけど、元気がないんじゃなくて下にね育っていってしまってるのをちょっとこう上げてあげたいんだけど、ちょっとねもう一個支えの棒をつけてあげたらいいのかな。はい、こちらでルームツアー以上となります。どんどん紹介していったんだけど、ここからは最初に言ってたようにインテリア選ぶ時のこだわりとか、あとは好きな家具屋さんを紹介していきます。まずはインテリア選ぶ時のこだわりなんですけど、家具屋さんに行ったりとかウェブサイトをいろいろ見たりとかする前に、どんなお部屋にしたいかっていうのをテーマ決めというかムードボード作りというか、そういうのを先にしてから家具屋さんに行くようにしてます。今まで家具が好きでいろんなインテリアを試してきたんですけど、あ、これかわいいあれかわいいって一個ずつ全然バラバラなものを買ってしまって、家に持って帰ってくると、あ、なんか全然思ってたのと違うっていうことになったことが何度もあって、そういうのを避けるために先にどういう感じにしたいかっていうのをイメージしてから家具を選ぶようにしてます。イメージをまとめる時によく使ってるのがピンタレストで、ピンタレストの中でいろんなお部屋をいっぱい見てムードボードを一つ作ると、あ、自分こういうお部屋にしたかったんだっていうのがすごく分かりやすくビジュアライゼーションできるので、そのビジュアライゼーションしたものに合ったアイテムをちょっとずつ集めていくことによって自分の理想の部屋にしやすいかなと思います。ピンタレストの他に私がインスピレーションをもらうのとか、あとはイメージを固めるとかに使ってるのがやっぱりインスタでいろんなインテリアのアカウントがたくさんあるので、私は多分すごいたくさんフォローしてると思うんだけど、毎日この自分のタイムラインにそのインテリアの写真が出てくるので、やっぱりいろんなものに触れるっていうのがすごく大事かなと思います。いろんなものを見てからこそ自分の好きなものが分かったりとかしたいことが分かったりとかすると思うので、たくさん見るのがやっぱりおすすめです。
でここからおすすめの家具屋さんを紹介していきます。まずは目黒通りにあるソネチカ。ここはセカンドハンドの家具がいっぱいあるお店で、すごく品揃えも豊富だし、いろんなジャンルの家具があって、いい状態のものがすごくリーズナブルな値段で売っていることが多いので、とってもおすすめなお店です。で店舗もいくつかあるから、そこを巡るのもすごい楽しいし、さっき紹介したうちのブックスタンドもそこで買ったんですけど、やっぱこれがこの値段で売ってるのすごいお買い得っていうものがたくさんあるので、ぜひチェックしてもらいたいお店の一つです。次が同じく目黒通りにあるフィルムっていう家具屋さんで、もうここは本当にすごいセンスがいい家具屋さんで、実は教えたくないお店の一つでもあるんですけど、毎回行くたびにたくさんインスピレーションをもらうし、本当にセンスのいい家具がたくさん揃ってるので、おしゃれなお部屋にしたいっていう人はぜひぜひチェックしてみてほしい家具屋さんです。3つ目が千駄ヶ谷にあるセローテアンティークスっていう家具屋さんで、ここも有名なんで知ってる人も多いかもしれないんだけど、本当にいろんな家具が見れる素敵なお店で、地上1階から地下3階までもう家具がびっしりで、食器もあるし照明もあるし、セカンドハンドもあるし、ヴィンテージもあるし、オリジナルもあって、もう何でもござれでいろんなものがこうミックスされていて、それもすごい楽しいし、あと系列がもう一軒千駄ヶ谷のお店があったりとか、あとは品川のところもあって、品川ほんと倉庫みたいですごいたくさん家具がいっぱいあるから、一気にいろんな家具見たいっていう人には本当おすすめです。でやっぱセンスもいいし、セレクトもしっかりされていて、結構個性的なアイテムもたくさん見つかるので、こう部屋のアクセントにしたくなるようなアイテムを探してる人とか、あとはこうちょっと個性的なエッチなお部屋にしたいって思ってる人とかにとってもおすすめです。うちの花瓶とかもそうだし、あと食器も可愛いものが置いてあるので、家具だけじゃなくてそういう小物とか探してる人にもおすすめです。はい、ということでルームツアーのビデオはこちらで以上となります。ちょっと最後の方はバババッと喋っちゃったんですけど、やっぱり家具インテリアっていうのは私の中でとってもワクワクすることの一つなので、また家具も増えていくと思うし、好きな家具屋さんも増えていくと思うので、それらに関してはまたこの YouTube の場所でアップデートしていけたらなと思っております。で実はこのルームツアーのビデオを皮切りに、これから毎日年末まで YouTube を上げようと思っております。YouTube 始めて5年目になるのかな。で初めてのブログマスに挑戦しようと思って、今絶賛たくさん撮影して絶賛たくさん撮影してたくさん編集しております。年末年始ね、ちょっとゆったりとした時間になると思うので、それのお供になれたら嬉しいなということで、はい楽しんでもらえたらなと思っております。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございました。明日だね、明後日もだよ、その先も年末まで毎日みんなに会えるのを楽しみにしております。それではまたね。次のビデオまでって言いそうになったけど、明日です。